朝鮮中央通信社が、朝鮮侵略の野望の集中的な現れと題した論評を発表しました。論評は先日、日本の内閣官房副長官がある記者会見で、東海という用語の使用は適切でないと言って、日本海が唯一の公式の国際的名称だと無理押しをした。これは日本帝国主義の朝鮮侵略の歴史を正当化し、ひいては朝鮮全土をまたもや植民地にしようとの日本の反動勢力の永遠に変わらない朝鮮侵略の野望の集中的な現れだ。朝鮮東海の日本海表記には、かつて朝鮮を占領して、あらゆる犯罪をこととした日本帝国主義の罪な歴史が刻まれている。明治維新以後、朝鮮に対する植民地占領政策をエスカレートした日本帝国主義は、1929年、植民地宗主国の地位を悪用して、朝鮮民族が数千年来使ってきた、朝鮮東海という名称を日本海に変えて、国際水路機関に登録した。問題は、日本が敗戦後も不当な日本海の名称を主張し、国際社会に認めてもらおうとしていることだ。朝鮮東海を日本海と表記した地図を制作してホームページに載せ、国際舞台で日本海が歴史的に認められてきた。日本の過去の植民地支配とは無関係だと強弁している。朝鮮東海の名称は、海の名称表記に関する主要国際慣例と原則である歴史主義的慣例、大陸地名優位の慣例、地理学的方位基準の慣例及び旧植民地の残りかすの一層の慣例に照らしてみても至極正当なものだ。今、日本の反動勢力はいつにも増して日本海の名称と特等領有権を云々し、島を奪還する演習など軍事的準備に拍車をかけている。日本の無理主張は再侵略の名分作りに直結していることの証拠だ。今、朝鮮民族の皆は、同すぎる日本の歴史歪曲、領土強奪の策動を鋭く注視している。日本は時代錯誤の歴史歪曲と領土膨張の策動をやめるべきだと述べています。